はい、こんにちは。三宮店デジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。こんにちは。今日はですね、今のバトル DJ のミキサーとして予算度外視で考えると候補に上がるのがこの2機種ですよね、やっぱり。この2機種の比較っていうのが主な内容になるんですけど、その前にこの2機種に行き着くまでのバトルミキサーの流れを紹介しないと何がすごいのかわからなすぎるので、それをまずご紹介させてください。バトルミキサーの歴史といっても今現役で使われているものに絞ろうと思います。一番シンプルなのがこちらの SHEX1200、これが現役で一番古いんじゃないかなと思うんですが、なんで未だにこれが使われるかというと、クロスフェーダーがサイドに光のセンサーがついてて、そのセンサーにフェーダーが来ましたっていう時にオフになるんですよ。壊れないんですよ。永久的に使えます。なので未だに現役で使われる。さらに切れもいいと。なんですが、パソコンにつなぐ時は現行品だと DS1 が必要になります。ターンテーブルからこれにつないで、これからミキサーで、ここからパソコンというつなぎ方をすることによって PC の曲がターンテーブルで操作ができるようになります。もう1個、ミディコントローラーですね。これでパソコンの中の曲を選んだりとか、ホットキューで曲のマーキングしたポイントにジャンプしたり、サンプラー鳴らしたり、これができます。DVS のインターフェースとミディコントローラーが必要になります。その時代はベスタックスの 05 Pro 2、05 Pro 3、この辺りがテクニックスっていう流れがあったんですが、ベスタックスはアナログ式なので、フェーダーがね、寿命になってパーツがなくなったりとかして、多分買い替えとかいう感じになったんだと思いますが、EX は未だに使われてると。その後にベスタックスからね、デジタル式のミキサーが出ましたよね。08 Pro だったりとか、05 Pro 4、その EX05 Pro 3時代にすごい機種が出ました。それがパイオニアの DJM707、909、この2機種になります。この909にそっくりって言われてるのがこの S11 なんですよ。909S11 めちゃくちゃ似てますよね。707、909ってかなりすごいミキサーだと思ってますので、軽さもちょうどよくてキレがいい、すごい最高のミキサーでした。909にもね、フェーダーシンセとかついてたりする。でその辺りでエクラのハック360とかベスタックスからサムライって言ってね、むちゃくちゃ切れるフェーダーが出たんですけど、もう軽すぎて逆にみたいな人もいたんで、この2機種のフェーダーの重さが最高にちょうどいいフェーダーだと思います。この辺りまではインターフェースとミディコントローラーが必要になります。でミディコントローラーはダイサーだったり、私も使ってましたがデノンの HC1000 とかが主流でしばらく使われてたんですけど、パッドがその時は4か5ぐらいが限界だったんですけど、その辺りからパッドが8個使えるようになったということで、これが主流になっていったっていう感じですね。ベスタックスの 05 Pro 4、こちらが画期的だったんですけど、ミディコントローラーがつきましたね。インターフェースは別で必要なんですけど、ミディコントローラーがついたことによって操作性がかなりアップしました。その 05 Pro 4の後に出たのがパイオニアの DJM-T1、こちらです。これトラクター用のミキサーなんですけど、12、3万だったからもうちょっと高かったかもしれないですけど、その後に出たのがこちら、トラクターから出ましたバトルミキサーで、トラクターコントロール Z2 ですね。はい、そっくりです。でさらに値段がお安いということで爆発的に売れました。これから何が変わったかというと、ここにねパソコンがつながるようになったんですよ。この中に DVS のこれに近いものが内蔵したっていうのがこの機種ですね。日本だとユーザーむちゃくちゃ多いと思います。でトラクターの良さっていうのは音が良い、それとミディマッピングがすごい自由にできるので、その辺がいろいろこだわってやる人には受けたんだと思いますよ。やっぱりトラクターも人気なんですけど、世界的にやっぱセラートが主流ということで、その後にレーンが出したミキサーが TTM57SL ですね。DVS やミディコンが内蔵してない TTM56 っていうのもありましたけれども、TTM57SL っていうのが出た。これがセラート用の DVS のインターフェース内蔵のミキサーっていう形で、ミディコントローラーもついたのが TTM57SL ですね。57SL 時代が続いた後で出てきたのが DJM-S9。はい、すいません、1機種忘れてました。レーンの62がこの間に出ておりますね。DJM-S9、これが出てきました。これかなりすごかったんですよ。マグネット式のマグベルフェーダーがつきました。でこれでなかなか壊れないです。これでボタンも押しやすい、はい、で選曲もしやすいっていうのがやっと出たってんで、ものすごい売れたのがこちらです。一気にそこからレッドブルとかみんなこれを使うようになりましたね。でその後すぐに出たのがレーンの72ですね。これはマーク2ですけど、72がこの後に出てきた。パッと見てね、72の方がディスプレイがついたりとか機能性がかなり強化されてるんですよ。例えば波形が出るとか、それがものすごい注目されましたけれども、フェーダーとかの耐久性だったりとかキレがいいフェーダーっていうのはこっちだと思ってます。
まして、機能性が豊富ってなるとこちらかなという感じで思ってたんですよね。それがこの S9 と72の、あとはヌマークのスクラッチだったりとかリループのエリートとかもありますけれども、この2機種がやっぱりツートップな感じで、72と S9 のところから紹介を入れていこうと思